NVIDIA Shadow Play Share YouTube へのブロードキャストが失敗しました。一時的な解決方法。こんにちは、MB サポートの管理人です。本日は私の環境で起こったトラブルを紹介します。私は YouTube ライブで NVIDIA Shadow Play 現 Share と呼ばれる機能を使っていまして、しかし2020年10月8日金曜日に YouTube ライブを試みると、配信後すぐに YouTube へのブロードキャストが失敗しましたと表示されるようになりました。NVIDIA フォーラムで13日火曜日に投稿された内容に、この解決方法がおそらく一時的な解決方法と思われる内容が掲載されていたので、本日はそれを試します。まずはデスクトップで Explorer を開いて C ドライブをクリックします。次にプログラムファイルフォルダをダブルクリックします。NVIDIA コーポレーションフォルダをダブルクリックします。NVIDIA GeForce Experience フォルダをダブルクリックします。OSC フォルダをダブルクリックします。Vendor.js ファイルを右クリックします。ウェブサイトを作っている人なら見慣れた JavaScript ファイルですね。これをメモ帳で開くためにプログラムから開く別のプログラムを選択をクリックします。その他のアプリをクリックしてメモ帳を探してクリックします。OK をクリックします。メモ帳が選択された状態でキーボードの CTRL キーと F キーを同時に押します。検索画面が表示されたらformat:e.format:, と入力して次を検索をクリックします。format:e でも構いません。検索する方向は下へにチェックします。ポチッとな。はい、検索されましたね。format:e.format:, を選択してキーボードのデリートキーを押します。最後のコンマを忘れずに。先にこのファイルをデスクトップにコピーしてバックアップを取るべきですね。ファイルをクリックして上書き保存をクリックします。保存をクリックします。はいをクリックします。うにゃ？そうそう、ファイルを書き換える権限を変更しないとね。Vendor.js を右クリックします。プロパティをクリックします。セキュリティタブをクリックします。編集をクリックします。ここに表示される内容は環境により異なるかもしれません。権限の低いユーザーズあたりをクリックしてフルコントロールを許可します。適用をクリックします。再びファイルをクリックして上書き保存をクリックします。メモ帳のタスクバーの Vendor.js の左のアスタリスクが外れれば上書き保存が完了しています。そしたら権限を元に戻しましょう。最後にコンピューターを再起動します。再起動後、配信を試みます。Go! YouTube へのブロードキャストを開始しました。YouTube へのブロードキャストが失敗しました。出ないで。お願い。多くの人はこの作業で配信可能になると思われます。ただ私の環境では無理でした。というのも9月下旬に NVIDIA のドライバーをアップデートしたところ、配信はおろか画面キャプチャーですら重くて使えない状態でした。そこで古いドライバーに変更する必要がありました。通常ドライバーのアップデートは NVIDIA GeForce Experience で行います。今回は NVIDIA のサイトで古いドライバーをダウンロードします。URL は YouTube の概要欄に掲載する予定です。データドライバー&過去のドライバーをクリックします。
自分が使用しているビデオカードの種類を選択します。デバイスマネージャーに記載されています。私は GeForce 950 GTX、オペレーティングシステムは Windows 10 64ビットを選びました。一覧が表示されますが、古すぎますね。2018年3月27日とはさすがにないかな。悪い夢でも見ているようです。おっと、こりゃ失敬。32ビットになっていました。これで検索ボタンをクリックすれば、いいね、2020年になりました。先ほども言いましたが、9月下旬から異常を確認しているので、2020年10月や9月に公開されたドライバーを避けたいところです。念のため8月も避けて7月9日に公開されたバージョン 451.67 をダウンロードします。目当ての日付のドライバーをクリックして、ダウンロードボタンをクリックします。ふにゃ？ダウンロードボタンをクリックします。名前を付けて保存をクリックして分かりやすいようにディスクトップにダウンロードしましょう。左枠でディスクトップをクリックして保存ボタンをクリックします。結構時間がかかるかもしれません。ディスクトップにダウンロードしたドライバーがこちらです。これをダブルクリックします。NVIDIA のインストーラーが起動したら使用許諾契約書を読み、納得したならば同意して続行するボタンをクリックします。必ずカスタムをクリックして次へボタンをクリックします。HD オーディオドライバーをクリックして左のチェックを外して次へボタンをクリックします。独自でサウンドドライバーをインストールしている場合、HD オーディオドライバーに変更されてしまうので、これを避けるために行います。インストールしてしまっても設定で規定のスピーカーやマイクを変更できます。インストールが完了したらコンピューターを再起動します。以上で問題なく YouTube ライブを実行できました。これで問題解決かと思われますが、私の環境ではディスプレイのアスペクト比の違いから毎回発生するちょっとしたトラブルを紹介します。私はライブをしないとき、ブロードキャストライブをオフにしています。なので毎回ブロードキャストライブをオンにするところから始まるのですが、解像度とフレームレートの欄に何も表示されません。おそらくディスプレイの解像度が 1920×1200 配信設定で選べるアスペクト比が9対6だからかと思われます。NVIDIA のアイコンを右クリックして NVIDIA GeForce Experience をクリックします。起動したら設定アイコンをクリックします。下にスクロールしてゲーム内のオーバーレイのスライドスイッチをオフにします。これをオフにすると画面キャプチャーもできなくなります。オフになったらそのままスライドスイッチをオンにします。新しいドライバーや Blender.js を変更する前はオーバーレイに異常があったのかもしれません。解像度とフレームレートが表示されましたね。表示されなければこれを繰り返します。さらに新しいドライバーでは PUBG ライトでディスクトップに戻るを選択して再びスタートボタンをクリックしてゲームを再起動する必要がありましたが、ドライバーのバージョンを下げたことで今は快適に使えています。次は需要があるのか不明ですが、低スペックで動く PUBG ライトをさらに軽くするおまじないです。NVIDIA のアイコンを右クリックして NVIDIA コントロールパネルをクリックします。左メニューで 3D 設定の管理をクリックします。プログラム設定タブをクリックします。追加ボタンをクリックします。PUBG ライトをクリックします。なければ参照で PUBG ライトがインストールされたフォルダーを指定します。選択したプログラムを通知するボタンをクリックします。すると PUBG ライトに関する特別な設定が可能になります。あとはビデオを一時停止して設定を変更してください。これは PUBG の設定方法なのですが、PUBG ライトでも使えます。10月8日から NVIDIA のフォーラムを毎日確認していましたが、
ある時点で YouTube の配信に関する画面が変更され、過去にシャドープレイに関するビデオを作成しました。そのビデオを作った時は配信する時に YouTube を開く必要はなかったのです。いつからか YouTube の配信管理画面で公開するみたいなクリックが必要になりました。今回 YouTube が互換性を削除して新しい方式に完全に移行したことで NVIDIA 側の対応が必要なのではないかと、そんな話がフォーラムで交わされていました。でも NVIDIA がそれに気がつかないとも思えませんでした。あとは OBS にすればいいじゃんみたいな発言です。PC が古すぎて OBS を起動しただけでもっさりしてしまうのです。10月13日に今回の問題の回避方法が掲載され、一時的な改善ではありますが、配信できるようになりました。スクリーンショットと文章による設定方法もウェブサイトに掲載するかもしれません。その場合はこのビデオの概要欄に URL を掲載します。最後までご視聴いただきありがとうございました。MB サポートの管理人でした。バイバイ。